ウクライナの大型ドローンは全て撃墜したと発表するロシア当局。しかし今日もまた、ウクライナ軍の大型ドローンは飽和攻撃を仕掛け、ロシアの防空網を突破。2カ所の製油所と大型の物流拠点に対する攻撃を成功させ、さらには国家においては輸送船団に対する攻撃も行っています。インターネット上にはロシア当局の発表を真に受けて、ウクライナの攻撃は全く不発に終わったというような話をする方もおられます。しかし実態は全く異なるということを、このチャンネルの動画を見ている方であれば知ることができるでしょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ニュース報道などではどうしても大きな出来事しか取り上げてくれませんが、しかし戦争は日々続いています。その実態についてどのようなことが起きているのか、詳しく知るのにこのチャンネルの動画をお役立てください。さて、まず最初に今日取り上げるニュースは、兵士不足に悩むロシア軍は外国勢力に援助を求めています。ただし、中国は全く見向きもしてくれないので、北朝鮮が救援に駆けつけました。北朝鮮はすでにこれまでに多くの兵員と弾薬類の販売を行ってきました。ロシアはもともとソ連の多くの遺産を受け継いでいる国ですが、それでもなお今回の戦争においては、蓄えていた遺産をそのほとんどを使い果たしたような状態で、弾薬類もそれに該当します。北朝鮮製の砲弾類なども大量に導入しており、西側の報道では700から800万発程度の砲弾をロシアに供給しただろうと言われています。そして兵士についても第一陣が投入されたもののその7割程度は死傷したと言われています。ただし北朝鮮にとっては人の命などさして気にしない国でしょう。そして今回第二陣の部隊派遣というものが行われ始めました。ウクライナ側は今回の派遣については3万人程度ではないかと見ていますが、実態のところは現在のところ不明です。これはロシア側も北朝鮮側もどのくらいの規模の兵士を戦場に投入してくるかは公式発表の数値が存在しないからです。ただ現在報道されている3万人規模であれば、これは大きな戦力ではありません。なぜならば1ヶ月間におけるロシア軍の死傷者は4万人程度であり、北朝鮮が派遣する3万人というのはロシア軍の1ヶ月の死傷者数を減らすという意味でしか貢献することができないのです。ただこの話を間違って北朝鮮兵が1ヶ月でほぼ壊滅するというような話ではありません。北朝鮮兵はウクライナ北部ボロネイ州に先遣隊が入っていることもあり、戦域全体に散らばってロシア軍と一緒に戦うわけではありません。一部地域を担う形でしか配属されないことから、いきなり壊滅するといったことはないでしょう。ただ厄介なのは、北朝鮮は弾薬類をロシアに販売する、その見返りを受け取っていることにより、北朝鮮の兵器開発が進んでしまいます。例えば、北朝鮮が持ち込んでくるだろうと言われているのが弾道ミサイルです。従来の弾道ミサイル開発は、非常に長い期間をかけて徐々に能力向上を図ってきましたが、ロシアがお金を出す形で北朝鮮の弾道ミサイルの生産と、そして実地テストをウクライナで行うというような形になっていますから、残念ながら精度が向上してしまうと見られています。次に、ロシア側がウクライナ軍のドローンはほとんど撃墜したと発表したにもかかわらず、今日もまたウクライナ軍の戦略爆撃は成功しています。今回入った報道では2カ所の製油所に対する攻撃を成功させ、1800km 離れたロシア版アマゾンワイルドベリーズの物流拠点の攻撃にも成功しています。今回攻撃を行った製油所の2カ所、シズラン製油所は生産能力が年間890万トン、もう一つイリスキー石油精製所は生産能力が年間660万トン。いずれも繰り返し攻撃を受けており、修復するたびに次から次とウクライナ軍が攻撃を行うことによって正常な稼働を行うことができません。施設全体がダウンしているわけではありませんが、攻撃を受けると必ず生成能力が落ちることから影響は免れません。石油生成能力の減少に伴う対策というものは様々取られています。まず第一にロシア国内においては質を下げてでも量を増やせというような命令が下されています。従来はガソリンと軽油に対する品質低下を容認するという話だったのですが、航空用燃料についてもこれを適用するというニュースが流れています。ただし、これは非常に場当たり的な対応です。早速、品質低下したガソリンを入れた車が問題を引き起こし始めました。
今、ロシア国内特にお金がないところといえば、地方政府が上がります。なぜならば中央政府がとにかく軍事予算を使い込んでいるような状態で、地方に対する割当金が減っている状態です。そのため地方政府様々積立金をどんどんと切り崩して赤字転落をするところが増えています。今回の品質低下した燃料についてもまとまった量を買わなければならない地方自治体は、従来の燃料を購入することができなくなったがために、劣悪な燃料を使わざるを得ませんでした。そのために、ダゲスタン共和国の一部地域においては、ゴミ収集車21両のうち16両が、この品質低下した燃料に伴って不調に陥り、ゴミ収集ができなくなったという事故が発生しています。予算が足りないから安い燃料を買わざるを得なかった。しかしその安い燃料を買うことによって結局車両そのものが動かなくなってしまったというどうしようもない負の連鎖が発生しました。この後市の財政当局は何か別の予算を削ってでも通常品質の燃料を手に入れてゴミ収集を再開するとしています。これはあくまでも目立った例として発生した問題であり、一般においても不調を引き起こすような事態は様々な地域で小さな出来事として積み重なるでしょう。次に前線から 1800km 離れたエカテリンブルグの物流拠点に対する攻撃が実施されました。ウクライナ軍の大型ドローンは決してものすごい速さで飛んでいるわけではありません。ロシア領空をおそらくは9時間程度は飛んでいたはずです。その間撃墜されることなくエカテリンブルグに到達するわけですから、現在の防空部隊の働きというのはかなりずさんなものだと言えるでしょう。ただ、今回の攻撃における成果なのですが、大きな火災は起こったものの、施設そのもの全体が焼失したというようなニュースはまだ入っていません。一部、施設の損壊、炎上だけにとどまった可能性もあります。ただ、従来からの攻撃を積み重ねてきた結果として、すでにロシア版 Amazon ワイルドベリーズの物流拠点に対する攻撃箇所は20箇所を超えるようになりました。主要物流拠点の半数以上が攻撃を受ける事態に発展しており、ロシア国内の物流に混乱をもたらしています。続いて、クリミア半島に対する攻撃。ウクライナは従来から連続的にクリミア半島に対する攻撃を実施しています。それは、ロシアにとっては一番守りにくい場所ということもあって、締め上げるのに地形的な条件を生かしています。クリミア半島は北側では出入りできる橋や道路などが限定的な場所であり、一方で南部のクリミア大橋はそこしかないというような渡河ポイントとなっています。ですから、継続的にレーダー施設や対空部隊に対する攻撃を行って防空能力を低下させた後においては、様々な場所に次から次と攻撃することができています。ですから、プーチン大統領の言うように全ての事態がコントロール下にあるといくら言われたとしても、クリミア半島の住人は商店に行ってもなかなか商品が入ってこない、棚は空っぽのままだというような苦情を撮影してインターネット上に投稿し続けています。ただし、不足しているということはあっても全てのものがなくなったというようなところまでは言っていません。ここがちょっと分かりにくいポイントかもしれません。というのも、ウクライナ軍はクリミア半島に物資が補給されるルートに対して継続的に攻撃を行い、燃料輸送車や軍の輸送トラックに対する攻撃を成功させています。しかし、ロシア当局はこれに対して、いくらウクライナ軍に攻撃を受けて破壊されたものがあったとしても、全体としては多くの物資はクリミア半島に運び入れることができているとして、やはりまたここでも事態はコントロールできていると発表を行っています。例えば、この1週間で破壊された車両はせいぜい100から150両程度であり、その他数百両についてはクリミア半島に無事に到達することができている。だから問題ないというような話をしているわけです。確かに攻撃を免れた車両が物資を運び入れることができていたとしても、被害は今月だけで別に終わるわけではありません。破壊された車両物資についての、継続的な被害がこれからも続くことを考えれば、事態は果たして継続的にコントロール可能なのでしょうか。私は怪しいと思います。続いては、クリミア半島周辺におけるウクライナ軍のドローン、貨物船に対する攻撃も継続的に行われています。先ほども述べたように、クリミア半島のレーダー施設や対空兵器に対する攻撃を行っており、この地域におけるロシア軍の防空能力は低下しています。ですから、クリミア半島を飛び越える形での
アゾフ海や黒海の貨物船に対する攻撃も実施することができているわけです。今回公開された映像では、比較的陸上に近いところを航行している船に対する攻撃を実施しました。そのため、ロシア軍の防空部隊から対空ミサイルが飛んでくる様子なども映っています。ただし、ロシア軍の対空ミサイルは外れています。従来ロシア軍の対空ミサイルは、戦闘機をはじめとした航空機やもしくはヘリといったものを対象としているのか、ウクライナ軍の大型ドローンについては、まだまだ小さい標的として捉えきれていない可能性もあります。何にしても8月に入ってからすでにウクライナ軍はこの海域において12隻に対する攻撃成果を上げたとのことです。これもまたロシア側はたかだかその程度やられたうちに入らないという話をしています。しかし船舶というのは建造するのに非常に長い時間もかかりますし、修理するのも同様にしてお金も時間も必要になるものです。この程度大したことないと発表し続けるロシアですが、その被害というものは継続的なダメージとして跳ね返ってくることとなります。さて、そんなロシアですが、お金についてはどんどんと集めなければならないというような力がかなり加わっているようです。政府が差し押さえた物品などについて急ぎ現金化しなければならないとして対応を強化しているとの報道もあります。現在ロシア政府は予想以上の赤字垂れ流しの状態に陥っています。ロシア財務省は年間で3兆円から4兆円程度の赤字額というものを見込んでいました。まあそのぐらいだったら特に問題ないだろうというのがロシア財務省の考え方だったでしょう。ところが実際には全くそのような予想を覆すような事態に陥っています。ロシア財務省の発表によると、2026年前半における赤字額はすでに7兆5000億円を突破しており、従来の年間見込み3兆円から4兆円というラインをはるかに逸脱しています。つまり、この後年後半における赤字額がもしも同等であれば、その分だけ負担額が凄まじい勢いでのしかかってくることとなります。だからこそちまちまとありとあらゆるところでのお金をかき集める行動というものがロシア側に起こっているわけです。例えば増税策。日本における消費税であれば増税するということにもなればものすごい騒ぎになるわけですが、ロシアにおける消費税にあたる付加価値税は 22% に増税されています。また課税限度額、その最低限の額についても企業向けについては従来よりも引き下げを行い、より多くの法人からの税金徴収といったものを進めるようにしています。さて、ここからは少しこうした私の発言について反論してくる方に対するちょっとコメント返しなどもしておきましょう。例えば、ロシア国内における燃料不足問題について私は取り上げていますが、いやいやそんな問題大したことないよというようなコメントは必ず親ロシア派の方から入ります。例えば、ガソリンスタンドにおける行列は確かに以前はものすごい状態だったが、今ではかなり緩和されたという話。確かにこれについては、以前に比べれば状況は改善しています。ただしそこには、見た目と中身についての問題を無視している事実を指摘せざるを得ません。ロシア政府は燃料供給不足に対して輸入量の増加で対応を行っています。海外からの調達先としては、ベラルーシ、カザフスタン、中国、そして遠方という意味ではインドや韓国の名前が挙がっています。インドについてはすでに以前取り上げましたが、もともと原油の輸出先であり、その輸出先で生成された燃料をわざわざ国際市場価格で輸入するという、安値で原料を売って高値で生成されたものを買い戻すという、完全に利益を失うような行動になっています。また、韓国からの調達については、もう一つ違う側面での問題があります。ロシア極東地域における燃料の供給不足に対応するために、韓国も調達先に加えたわけですが、アメリカの報道では、韓国の業者は日本から燃料を買ってそれを転売する形でロシアに売っているというような話もあります。これについては日本政府も問題視しており、対応を強化するとしています。しかし、韓国国内で消費されるということを前提として販売したものが、ロシアに転売されているぞということをきちんと韓国政府と協力して取り締まることができるのか、ちょっとここは問題点として残るでしょう。何にしても、海外からの調達を増やすというのは、そもそも産油国ロシアとしては全く利益につながらないことです。原油が出るのだから自給率 100% を実現できていたものがどんどんと海外から輸入しなければならないわけですから、先ほどの話、
財政赤字の増加といったものへとつながってくるわけです。海外に安く売って、しかし海外から高く生成物を買わなければならないという状況というものは赤字額に拍車をかけるわけです。ですから見た目としてガソリンスタンドの渋滞が減ったから問題は全てなくなったと考えるのは明らかにその中身について全く理解していないことの証拠だと言えるでしょう。最後に一つニュースを紹介します。アメリカの報道によると、ロシア軍は今後数年間のうちに NATO 加盟国に対して何らかの攻撃に出る可能性があると報じています。それらの攻撃については、例えば大規模なサイバー攻撃や、もしくは地上軍の派遣といったものも含めての可能性です。実際に地上部隊を派遣する可能性については最も確率としては低く、確率が高い攻撃方法としてはサイバー攻撃、もしくはロシアと直接関係のないような武装集団の買収による扇動攻撃などが十分考えられるとしています。こうした話というものは全く口頭無形なように感じるかもしれませんが、現在の状況を考えると少なくとも全くありえないというわけではありません。例えば、つい先日ドイツから入った報道によると、ドイツの空港においてウクライナの輸送機に対する小型ドローンの攻撃が未遂に終わったかもしれないという報道が入っています。ドイツの空港において小型ドローンが低空飛行しており、なんだこれはと職員が蹴飛ばして飛行を阻止したということがありました。実際にはその小型ドローンには爆発物が搭載されており、蹴り落とした時に爆発しなかったのは非常に幸運だったと言えるでしょう。今回の一件、一体誰がそのような爆発物を搭載した小型ドローンをドイツの空港で飛ばしていたかについては犯人は不明のままです。しかし、ウクライナの輸送機を狙ったかもしれないという点において、ロシアの関与といったものが疑われている状態です。なお、これまでのロシアのやり方としては、何もロシアのスパイそのものが破壊工作や情報工作などを行っているわけではなく、お金を受け取って行動している人たちというのが非常に多くいます。東ヨーロッパを中心としてこうしたロシアのお金がなだれ込んで彼らの手先になるような活動家といったものは多く摘発されてきました。これらの地域の人々というのはドイツやフランスなどに比べるとどうしても経済的な苦境にあり、またロシアのプロパガンダもかなり影響を効かせていることから、ロシア側からのお金を受け取って活動する人が多い根城になっているような状態です。またドイツについて言っても、ロシアに非常にシンパシーを感じている人たちがいるということも事実であり、ロシア国内における破壊活動に手を貸す可能性といったものも十分あり得ます。こういった話を聞くと、ロシアからお金を受け取って活動している人たちなんているはずがないという、ちょっとそういった話をする方もおられるわけですが、世界的なニュースを見るとそうではなく、実際にはロシア側からのお金を受け取って活動している人はヨーロッパだけではなくアメリカにおいてもニュースになっています。つい最近のことではありますが、マガ派の人たち、特にトランプ大統領の支持派の人たちの中にも、こうしたロシア側からのお金を受け取って活動している人たちのニュースが報じられています。一部については、これまでロシア側のプロパガンダに完全に騙されており、従来の方針を完全に転換すると発表しているようなマガ派のインフルエンサーなどもいます。こういった人たちどのくらいのお金を受け取っていたかについてなのですが、年間で数千万円から数億円というレベルで決して何十億円と一人で受け取っていたというわけではありません。しかし、人一人の活動を支えるのに数千万円を年間で渡せば活動家として展開するということも非常にあり得る額でしょう。国家として見れば数百億円規模で情報工作予算を獲得し、それを一人一人に割り当てるときに数千万円レベルというのは十分あり得る話です。最後にまとめを一つ述べておきましょう。決して物事を0か100で考えないようにしてください。ウクライナ軍の攻撃が成功している。だから明日にでもロシアが崩壊するというような解説をしている人がいれば、それは実態からあまりにもかけ離れた解説です。逆にウクライナ軍の攻撃が成功したとしても、それでロシアの国家経済が破綻しないのであれば、攻撃は何の意味もないと、これをゼロ評価するのもまた完全に実態からかけ離れている解説です。従来攻撃に 100% 力を注ぐことができていたロシアが、ウクライナ軍の反撃によって、もはや攻撃だけにお金をかけている場合ではない。守りに対しても人も予算もかけなければならない。赤字額が増加しているというのは、収入の低下、支出の増加、
お金の配分についても変化させなければならず、事態の対応に追われているロシアは決して侵略に全てをかけることができなくなった。そうした状況の変化といったものが起こっていることを理解することが大事というわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。また、このチャンネルの内容は地上波でなかなか報じられていない内容などについても解説を行っていることから、他の人にもぜひとも拡散してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。